MA です。私が動画を回してるっていうことは、何かフィギュア関連のお話をするかリペイントをするか、そんな感じだと思うんですけど、今回はリペイントをしていきたいと思います。はい、もう早速なんでね、私結構いつも回りくどいからもうさっさと見せちゃうんですけど、今回はこちらをやっていきます。じゃじゃじゃーん。わかる？みんなこれかなり名作だよね、実際これ。そうだね、代々受け継がれしだいぶ名作、そうですよね。そうなんで、とりあえず開けます。こちらを。はい、開けました。こちらです。じゃんじゃじゃーん。こちらになります。割と筋肉質だね。結構筋肉質ですね。なんか似てないや、なんか似てるんじゃないですかこれ。かなり思ったよりもちゃんとこう造形がされてて、もともとシティハンターの絵柄ってさ、割と結構リアル寄りじゃん。そうだね。そうだよね。だからそれがさ、フィギュアになることによってさ、リアル感がいい意味でこう出てるなっていう感じの、かなりかっこいいフィギュアですね。はい、そのシティハンターなんだけれども、今回はね、このサイバリョウを線入れをしていきたいと思うんですよ。線入れって言ってさ、もしかしたらピンとこない方もいるかもしれないです。まずこの動画をなんか私初めて見た方はそれこそわかんないかもしれないんだけれども、私実はね、線入れ的なことは意外とやってるんですよね、この YouTube チャンネルの中で。なんか鬼滅とかは結構顕著に出てるイメージはあるけどね。確かに鬼滅だったらちょっと太めの強弱のある線が特徴的だったり、線入れってところで言うと多分ね、ジョジョ化だったりのフィギュアが一番分かりやすく多分線入ってるのかなってイメージが多分みんな分かると思うんだけれども、あとはさ、ワンピースとかもさ、結構顔のところにさ、影のところ斜線引いたりするじゃない。あ、しますします、ね、するするする、するするする。だからそうなんですよ。線入れって作品のタイトルっていうか世界観によってかなり特徴が出る部分だと思うんですよ。だから今マサさんも言ったように、ワンピースだったらこう斜線が例えばあるキャラがあったり、ジョジョだったらもう本当に全身になんか結構線が入ってたりとか、鬼滅だったらマジで強弱のある線が入ってたりとか、本当に線入れをすることによって漫画、その作品の漫画的な感じだったりとか、本当に作品の世界観を出せるかなり重要な要素なの、意外と。ただね、フィギュアって普通線なんて入ってないじゃないですか。だけど私が二次元彩色を結構する人間だから、ここに後ろに並んでるんだけど、二次元彩色をする人間だから結構やってることではあるんですよね。ただ今回はあくまでもう今あれ元々のこのカラーに線入れだけをやっちゃうっていうことをこれからやっていくんですよ。で、このやり方に関して具体的なこうなんていうのかな、コツとか、あと工程だったりとかは写真と文章の解説付きで本の方で今回紹介というか解説させてもらうので、気になる方はぜひそっちの方もかなり参考になると思うので見てみてください。丁寧に解説してるのが本でっていうことだよね。そういうことそういうこと。あくまで今回は YouTube 用に動画でもね見たいかなっていうところもあるかなと思ったので、映像でちょっと雰囲気だけでも見てくれればと思います。ということで、もう早速やっていっちゃいましょう。シュッ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 。はい、線入れ今回は行っていきます。線入れはね、私もね実はね本当に好きなことなんですよ。今回のものは本当に線入れだけでやるパターンなんですけど、いつも動画で見てもらってるものとかはいろいろ色をのせた後にね最終的に線入れをしてったりするんですが、なんて言うんですかね、ペインターとかペイントっていうとね、どうしてもこうカラーの部分、色をつける段階のところに割とこう注目がいきがちなような気もするんだけれども、割とねこの線入れが私は本当に大好きなの。なんかというのもね、この線で本当に印象が変わるんですよ。例えばだけれども、なんか作品によって、作品っていうのはだからあれですね、漫画のタイトルとかなんだけど、そういう作品によっても結構全く特徴って違うじゃないですか。なんか一見同じような感じかなって思うかもしれないんだけど、なんか多分よくよくね注目して見てみると、ほんと作品ごとの特徴が現れるんですよ。例えばジョジョだったらめちゃくちゃこう線が複数例えば入ってたりとか、鬼滅だったら線に結構強弱が例えばですけど見られたりだったりとか、これは本当個人の感じ方にもよると思うし、ものによっても変わると思うんですけれども、とにかく何が言いたいかっていうと、線の引き方とか重ね方とか、どこに線をどんな風に入れるかによってかなりこうこの作品といえばこの感じだよねとか、このキャラクターといえばこういう感じだよね感をかなりこう強調させることができるところだと思ってるんですよね。そう
だからですね、とっても大事な工程になるし、これだけでかなり印象が変わるっていうところの理由はそこにあるんじゃないかなと私は思ってるんですよね。あとはですね、今回なぜねこれをね初級編に、本の中で初級編として入れたんですけど、そこに入れたかっていうと、やっぱり使ってる色が一色だけだからとっつきやすいと思うんですよね。さっきも言ったようにこれは塗らないので、塗らなくていいので、この線入れだけ、この黒い線って黒い色っていうところだけにとりあえず集中できるっていうところから、そこら辺はとっつきやすいのかなっていうふうに思ったので、今回初級編に入れました。でですね、この線入れっていうのはみんなが普段買うような、私もそうなんですけど、フィギュアっていうのは工場でね、工場の方々が彩色造形量産して彩色も量産するっていうようなものが手に入ってるっていうことがほとんどだと思うんだけれども、やっぱりね線入れとかまでやるってなると言うても特殊な見た目にはなりますし、結構多分量産の過程で難しいかなというところもあるかなとは思うんですけど、だから線入れした良さっていうものが欲しいっていう人はやっぱこう自分でやる楽しさっていうところを私もちょっと知ってほしいなっていうところがあったんでね、ぜひねちょっとでもねやってみたいなっていう方はね、これはね私もねちょっと全力でやってみてほしいなって思うところですね。塗るのが難しいっていう人だけでもなんていうんですかね、色をつけるのがいろんなカラーを使って色を塗っていくっていうのは、いろんな意味でまだ怖いっていう人は、とりあえず線入れからみたいな、ところもどうかなっていうふうに思ったりはします。エナメルとか使うと正直パパって取れる部分もありますからね、やり直しが効く部分も実はあったりするのでね、そういう意味ではハードルが実は難しいように見えて下がるんじゃないかなっていう風に思ってるんですよ、私的には。あとはシンプルにですね、やっぱりこの黒い線を入れるだけでめちゃくちゃ本当フィギュアとしての印象が超絶変わりますよね。だからフィギュアの印象をもうぐっと変えられることができるんですよ、線入れは。たった黒い線を入れてるだけで。で、私今回はサイバリョウを塗ってるんだけれども、今回のようなサイバリョウとは違う表情にもすることができるんですよ。要は何が言いたいかっていうと、同じ素体でも線の引き方とか量とか入れ方で全然違った表情にすることもできると。だからそういう意味で言うと自分の好きな表情とかにすることができるし、今回はこのフィギュアでこのキャラでこういう印象で線入れしたけれども、次はすっきりとして塗ってみようとか、今度はもうめちゃくちゃゴリゴリ書き込んでみようみたいな感じで自分の好きなような印象を自分でコントロールして塗って飾れるっていうところ、そこはすごい魅力かなって思います。だから私もすごく好きだから割と著書家とかもめっちゃ楽しんでやってるんですけれども、あとはやっぱり使う道具とかやっぱり塗料が少ないっていうのは割と手軽に始められるっていうところはやっぱり私としてはかなり推しポイントかなと思います。最初はコントロールがね難しいんだと思う方もきっとたくさんいると思うんだけれど、自分でコツをつかめばもうあとは自由自在なので、やればやるほど上達していくっていうところが魅力かなとも思いますね。はい、完成しました。今さ、ちょっと飾ってないから雰囲気わかんないと思うけど、今光の感じが一番自然に近いからさ、ちょっと一旦ここでお見せしますね。そうだね。一旦ぐるっとします。はい、こういう感じ。結構かっこいいね。そうよかったよかった。いや結構かっこいいよね。このフィギュア自体がさすごいかっこよくてさ、なんかねやっぱ線入れすることによって、だいぶ漫画味が出るというか、違ったやっぱりそのかっこよさが出るんだよね。そうだから今回のこれは最初にも言った通り今回発売される本のね、初級編の内容なんです。初級編の一つの内容で線入れをするっていう初級編の内容で今回塗ったサイバリョウ、だから本当に黒い線だけでここまで表現できるよっていうのをやっぱみんなに知ってほしいっていう部分もあるよね。やっぱりいろいろ色を塗ってから、私がいつも他の動画でやってるように最終的に黒い線を入れるっていう方法も最終的にはもちろんあるんだけれども、黒い線だけ
でもこれぐらい変わるよっていうのをまず見せたかったんですよね、うんうんうん、その経験をまずしてほしかったっていうところだからあれだよね、詳しいテクニックとか、やり方とか、じゃあ具体的な工程とかポイントっていうのは全部本の中に載ってるんだよね。書きましたよちゃんとちゃんともう文字付きで、写真付きで工程付きで、ポイントとかも書いてやりましたので、ぜひ真似してやってみてください、ということでちょっと飾ります。フィギュアケースの前に来てるんだけれども、今回はその本のフィギュアを飾るために一旦ここを開けました。なるほどね、8体塗ったから8体分がここにこう徐々に入っていく感じになるのか。すぐ最初にして別のフィギュア並べしたいけど、ちょっと移動させた今回、なるほどね、一時ここは本のコーナーにしようと思って、っていうことでございます。じゃあ早速飾ります。はい、じゃじゃじゃーん。これさ、今くっそ贅沢な状態やね。そうだね一番最初に入れたから、しかもなんかさ、めっちゃなんか世界観に合ってるし。確かにこういうイメージあるよ、私。シティボーイやな。そうそう、シティハンターさ、なんかこういう青いイメージない？あるある。ここ私ね LED 仕込んでるから奥の方に若干色変えられる感じになってるんだけど、青で今合ってるね。いい感じだね思ったけどね、ちょっと薄暗い感じでも合うかも、この子の場合。実は私この線、本当に線だけ入れるっていうやつは今まであんまり動画の中でなかったと思う。ビビちゃんがあったかな。あれはねマジで線だけだったんだけど、ジョジョ缶のビビちゃんがあったんだけど、これも本当に線入れだけです。マジで線入れだけ、黒い塗料とで筆で線を入れてるだけだから、マジでとっつきやすいと思うんですよ、私的には。今までいろいろやってきた中で思ったからさ、かなりセクシーになったんじゃない？いいと思うっていう感じです。今日は初級編の線入れ編のサイバルをお見せしました。また動画出すと思うので楽しみにしててください。ということで次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。ピューン。